のがセクシーボディジャパンの大会に一緒に出たというか、その大会で知り合ったまさみさんです。こんにちは。私たちは大会以来会ってなくて、今日久しぶりに会ったんですけれども、これからポールダンスを体験というか、ちょっとだけ楽しく練習しようかなという企画をしたので、まさみさんに参加してもらって、今スタジオというか、今日はスタジオというよりはなんかバーなんですね。そのお店に行って、いつものお店なんですけど、お店に行って90分練習したいと思います。もともとこのポールダンスはまさみさん興味があったようで、ベストボディの楽屋でお話しした時にやってみたいと声をかけてくださったので、今日のこの日のチャレンジが実現しました。実は今ちょっと世間話をして発覚したんですけど、私たち出身地が一緒でした。嬉しい、びっくりね、広島県出身ということで、すごく話が盛り上がりました。ちょっと撮影してなかったんですけれども、ふるさとがつながっているということで、これからも末永く、仲良くしていきたいなとお願いします。ね、びっくりしましたね。セクシーボディジャパンでつながったというか出会ったんですけど、もともとはセクシーじゃなくて普通のベストボディジャパンですね。そっちの大会の方が通常の大会で、私は今年わからないんですけど、まさみさんも今年チャレンジするということで、ベストボディジャパンに向けて最初の大会の参加があと1ヶ月ちょっと、今どういうタイミング、日頃のトレーニングとか、大会に向けての準備ってどういうものですか？食事、運動、睡眠、皆さんもされてると思うんですけど、運動で言うと、機械見ながら筋トレできるっていう BMX みたいな機械についてよ、すごい機械みたいな、あとはパーソナルトレーニング、定期的に通って、あとはお白湯からのウォーキング、何からの？お白湯を飲んでからのウォーキング、素晴らしい。ウォーキングは1日1万5,000歩、結構歩きますね。結構歩いてますね。なるほど。そうですね。やっぱり、外食するとカロリー取っちゃうし、トータル的に結局アンチエイジングに逆行するような、調理方法だったり食材だったり、知らぬ間にね、いけないもの取っちゃうから、やっぱり、そうですよね。把握したいですよね、何を使ってるか。そうですね。しばらく付き合いが悪くなります。でも結構まさみさんインスタ見てると、知識にたくさん持たれていて、インスタでもその美に関する発信、すごいいい情報を発信されてます。ありがとうございます。で、私は当日セクシーボディジャパンの会場でもお伝えしたんですけど、違うわ、後からかな、メッセージでお伝えしたんですけど、当日8人参加されてる中で、なんか来年もなんか美意識もすごく一番高いのがまさみさんなのかなと、私の中ではなんかその品がある所作というか、そういうのを見てみて、それを感じました。なので上品セクシーを目指しているので、ですよね。嬉しいです。すごくそういうなんかところを感じました。嬉しいです。そう、なんか衣装セクシーな、もちろんセクシーなんですけど、そういう全体的にすごく雰囲気がいいなと。ありがとうございます。私こんなに褒めていただいて頑張ります、いろいろこれからじゃあ今日は初心者向けの、トリックと振り付け
をやっていきたいなと思ってます。トリックトリックって言うとちょっと、はい驚いちゃうかもしれないんですけど、普通にポールにちょっと登ってみるとか、ポールに座ってみるっていうのと、あともうちょっと見て考えようかなと思うんですけど、メリーゴーランドっていう本当に何も運動してない人がお試しでレッスンに参加するときにみんなだいたいメリーゴーランドとかやるんで、ちょっと楽しくできるかなっていう、そうそれで、それ以上の難しいのは、今回はやめようかなと思っていて、90分っていう時間があるので、だからちょっとそれをやった後に時間の余り具合を見て、セクシーな動き、ボールを触りながらセクシーなムーブメントというか振り付け、をやっていきたいなと思ってます。はい、そう、あとまさみさんはちょっと聞いた時に、少しダンスしたことあるっておっしゃってたかなという記憶ですが、もう一度教えてもらっていいですか？大昔に1年だけガールズヒップホップ、ガールズヒップホップ週1回で習ったことがあるんですけど、忘れました。なるほど。はい。なので、したことない年ですね。わかりました。あと今日は腕とか肩とか結構使っていくんですけど、その辺の筋トレとか自信のほどはどうでしょうか？腕背中今日してきました。朝。それはちょうどいいパンプアップできてます。それはすごく最適ですね。よかったです。あと柔軟性とかどうですか？柔軟とかします？柔軟するんですけど、ちょっとこの辺だって普通だと思います。柔らかい。なるほど、わかりました。じゃあそうですね、開脚とかできたりします？できません。わかりました。じゃあそれはなしで、今いただいた情報をもとに振り付けをやっていきたいと思います。今ちょうど着きました。このビルの地下に時々撮影させてもらってる新宿ロッソというお店があって、ちょっと練習とかで使わせてもらってます。じゃあ今から、お店に入って準備したいと思います。着替えとウォーミングアップが終わりました。まずは最初のステップ1です。回転するスピンポールの上でかっこいいポーズを取りながらぶら下がっていきます。ポールから滑り落ちないようにグリップするコツを教えたところでファーストチャレンジです。美しいポーズでポールに乗ることができました。ただスピンの力が少し不足していたので、スピンをかけるためのコツやグリップする手の位置を新たにレクチャーしてセカンドチャレンジです。セカンドチャレンジでは綺麗にスピンをかけて回ることができました。コンプリートです。続いてのステップ2ではメリーゴーランドというトリックにチャレンジしていきます。まずファーストチャレンジです。見事ポールに乗って足を浮かせることができました。先ほどのステップ1では顔の前にポールがありましたが、今度のステップ2では体の真横にポールがあるので多少難しいトリックになります。あまりにも簡単にまさみさんがメリーゴーランドをコンプリートしたので、レベルアップバージョンを教えてみました。先ほどは上の手だけの力でポールにぶら下がっていたんですけれども、このレベルアップバージョンは下の手でポールを押して体をポールから引き離して行うメリーゴーランドになります。これができるまでに 2,3 ヶ月かかるとは思うんですけれども、ま
まさみさんの運動能力が高いと感じたので、思わずレクチャーしてしまいました。普通は初日ではできないレベルになります。続いてステップ3です。今度はポールに登るクライミングしていきます。クライミングもだいたい初心者の方は1ヶ月ぐらいかかるんですけれども、まさみさんがチャレンジするとすぐにコツをつかんでちょっとずつ登れました。足でポールを挟んだ後、上体を上に持ち上げるのがしんどそうだったので、その部分についてのコツをレクチャーしました。セカンドチャレンジでコンプリートです。最後のトリック、ステップ4は逆上がりにチャレンジしていきます。この逆上がりのレクチャーは予定していませんでしたが、練習を開始して20分ぐらいでまさみさんは3つのステップをコンプリートしたので、急遽追加で逆上がりをレクチャーすることにしました。このトリックは体が逆さまになります。普段あまり逆さまになるようなシーンがないので、非常に恐怖心が出てくるようなトリックになります。怪我をする可能性もあるので、下にはヨガマットを引いています。このトリックの場合、まず足を上のポールにかけますが、そこまでできる方が少ないです。逆さまになることへの恐怖心を聞いてみたら、まさみさんは以前に走り高跳びの選手だったということで、その運動経験と素晴らしい運動能力で逆さまになって足を一瞬離すところまでコンプリートしました。一瞬になりますけれども、このトリックもコンプリートしています。ですが、まさみさんにとっては納得がいかなかったようで、本当に体力的に疲れるトリックになるんですけれども、何度も練習を繰り返していらっしゃいました。このトリックは見た目以上にとても腕や肩が疲れるので、一旦ここで腕や肩を使うトリックは終了です。ここからはポールを使ったセクシーなダンスの振り付けをレクチャーしていきます。ポールには登らずにポールに触りながら踊っていきます。ダンス経験が1年ほどあるというまさみさんですけれども、ダンスの振り付けの記憶力もすごく優れていました。ダンス初心者の方だと振り付けを記憶するだけでも大変な作業になります。今回は8カウントを4回繰り返す振り付けを用意していましたが、急遽振り付けを追加して2倍の長さのダンスに仕上げました。ポールは2本あるので、ステージ上のポールをまさみさんが使い、もう1本のフロアのポールを私が使ってダンスをレクチャーしていきました。ではここでハイヒールを履いて今覚えたダンスを踊っていきます。ではハイヒールを履いてステージ上で踊るまさみさんのダンスをご覧ください。
ッスンが終わりました。ありがとうございました。疲れました。はい、とてもいや、勉強になりました。意外性があったところとかはい、あります？ポールダンスイメージと違ったとか、ハードなんだろうなっていうのは思っていたんですけど、思っている以上に、想像以上にものすごくハードで、ポールダンサーの方本当に尊敬します。もう優雅に身をこなしながら基礎のもの体幹だったりとか、もう体作りもちゃんとできてないと、綺麗には踊れないんだなって思います。まあ今日は1日目なので、トリックにも慣れてないし、いきなり振り付けも長めの振り付けを教えちゃったので、それも両方慣れてくれば何も考えずにできるようになるするから、もう目を合わせて踊るとか、なんかそれこそインプしながらとか、なんか愛嬌振りまいて踊ることが余裕でできるようになる。今日は一番使ったのは腕と肩かなと、思いますけど、もう腕は上げたくないですね、今の今日は上げたくないです、ちょっとさっき震えもなんか出ました逆さ系になってくると腹筋も使うんですよね。知らないうちに腹筋背筋もいるので、本当にボディになりますね。トレーニングしながら踊るダンスですね。私がプランしていたトリック、用意していたトリックやルーティンをすぐ覚えてくれるので、なんか本当にやればすぐ伸びると思うし、あとはどんなジャンルが好きかっていうのを探していくだけ、好きな先生を見つけていったりとか、ある程度できたら、動画とか見るだけで自分で多分コツが分かる。そういうスキル持ってるというか、もともと走り高跳びのされてたので、スポーツはやっぱり理論というか、理論通りに体を動かせた方がやっぱり一番近道だっていうことを理解されてると思うのでポールもそうなんですよ。それを早く自分にインプットすれば、あとはまあそれをちゃんとできるかどうかはやっぱり時間の問題もあると思うんですけど、人よりも早く成長するかなって思いました。あと結構ね、所作とか手足の使い方とか、意外とそういう細かいところも自然とチェックされてたんですよね。だからセクシーに見せる表情っていうのがすぐ自分で吸収されて表現できるんじゃないのかなって思いました。ありがとうございます先生の動きを見逃さないように、忘れないようにで必死でしたね、本当にかわいそうなぐらい。本当のレッスンだともうちょっと、レベルも低いし教える量も短いんですけど本当に血が騒いじゃってできるかもしれないって思っちゃって、嬉しいです。結構中級レベルで教えましたありがとうございます。なので今日はちょっと筋肉痛が来ないように、アフターケアだけする時間がなかったのでセルフでお願いします。皆さんいかがだったでしょうか。今日はしみさんに参加してもらって